ちょっとお母さん。どうしてそんなところでご飯を食べているの？私がそう問いかけると、母は悲しそうな顔をしながらこう言った。いつものことだから。私は一体どういうことなのかと、兄夫婦に問い詰めた。すると兄夫婦は驚きの発言をしだした。いつも迷惑かけてる罰だよね。そうそう。母さんにはこれくらいの罰が必要なんだよ。怒りでいっぱいになった私は、兄夫婦に制裁を加えることにした。私の名前はのぞみ、31歳の会社員だ。仕事に打ち込みすぎたせいか、なかなか出会いに恵まれず、今も独身だ。私は大学を卒業後に就職した会社で今も働いているのだが、それなりにいいポジションを与えられて稼ぎもかなりいい。大手企業に勤めているからこその収入の高さなのだろうが、これだけもらえるのはありがたい。そしてつい最近は得意の英語を活かすことができ、さらにいい仕事をもらえている。一昨年から私は2年ほど海外赴任でアメリカで暮らしていた。今年は海外赴任から戻ってきて、本社で働いている。久しぶりの日本での生活は新鮮で、仕事が忙しいこともありあっという間に時は過ぎていった。そしておよそ1年が経ち、私は久しぶりに正月に実家に帰省した。お母さんただいま。久しぶりだね。ああ、おかえりのぞみ。帰国した時以来かな。うん、そうだね。忙しくてお盆には帰ってこれなかったからね。仕事すごい頑張ってるみたいね。海外勤務をしていたなんて、本当にすごいわ。ありがとう。でもお母さんとお父さんが私をちゃんと大学まで通わせてくれたおかげだよ。いやいや、のぞみが努力をしたからさ。母はいつも謙遜して私のことを褒めたたえる。私は本当に母のおかげだと思っているのだが、そのように言ってお互い、いやいやと言い合う謎の時間が生じるのだ。それより、お兄ちゃんたちとの生活はどう？うまくいってる？私がそう聞くと母は、問題ないよと言った。実家には現在、兄夫婦が母と同居をしている。父は3年前に病気で亡くなってしまっていて、母はそれから1年ほど一人で暮らしていた。しかし私がちょうど海外赴任をし始めた2年ほど前から、兄夫婦が実家にやってきて、母と同居をし始めたのだ。私としては、母が一人にならなくて済むのはありがたいことだったし、大人2人がいれば母に何かがあった時もすぐに対処できると思った。だから安心して、私は海外に行くことができたのだ。そして帰国して久しぶりに実家に帰った時も、特に何か変わった様子はなかったし、母は問題ないと言っているので、私は安心していた。おう、のぞみおかえり。久しぶりね、のぞみさん。お兄ちゃん、ゆかさん久しぶり。相変わらずバリバリと働いてるのか。本当にすごいわよね。海外に2年もいたなんて。日本の生活の仕方を忘れちまったんじゃないか。もうこっちに戻ってきて、1年経ったから覚えてるよ。あれ、お母さんは？私が帰ってきた時は出迎えてくれていた母が、今にはおらず兄夫婦がゆったりしながら、くつろいでいるだけだった。母さんは今日の飯を作ってるよ。あ、そうなんだ。お母さんの料理、久しぶりに食べるから楽しみだな。日本食が恋しい的な。いや、お袋の味的な方の意味だけど。そうか。別にそんな大層なものじゃないと思うけど。私は兄嫁がそんな風に言ったのが少し引っかかった。兄が言うならまだ100歩譲ってわかる。だけども、兄嫁が言うのは違う気がする。私は別に嫁いびりとかをしようとは思わないし、もちろん兄嫁も家族ではあるのだが、できれば血のつながった身内でもないのに、母をけなすようなことは言わないでほしいなと思った。そして兄嫁がぐうたらしながら、
母がせっせと働いて料理を作っているのも気になった。私はその場で兄夫婦と話しているのが少し嫌になり、台所へ行くことに。お母さん、手伝うよ。あら、のぞみいいわよ。あなたはいつも仕事で忙しいんだから、今日はゆっくり休んでなさい。いいのよ。お母さん一人で4人分の食事を作るのは大変でしょ。お母さんにレシピ教わって、自炊もちゃんとしようかなって思ってたところだったし。あら、あなた、外食ばかりじゃダメよ。あ、いけない。自らばらしちゃった。気をつけます。まったくもう。それじゃあ、このフライパンのものを炒めててちょうだい。私と母は一緒にお正月の料理を作っていった。よし、これで完成だね。じゃあ、園と行こうか。私と母は料理を食卓へと運んでいった。おう、うまそやっぱり正月の食事は、これくらい豪華じゃないとね。う。うまい。ねえ、お母さんがまだ席についていないじゃない。みんなでいただきますしようよ。私がそう言うと兄夫婦は笑った。いいんだよ。俺たちが揃ってるから。そうそう。あなたも冷めないうちに食べな。母は台所に戻っていたので、まだ何かを持ってこようとしているのだろう。それなのにそんな短い時間も待てないなんて。私は兄夫婦に少しがっかりした。こんなにも周りに配慮のない人たちなのかと。確かに兄は調子に乗りやすいタイプではあった。しかしいくら身内の集まりとはいえ、優しさや協調性がなさすぎる。私は母が台所から戻ってくるのを待った。だが数分待っても母は戻ってこない。私は気になって台所に行ったのだが、そこで私は驚きの光景を目の当たりにした。なんと母は台所に折りたたみの椅子を置いて、一人で食事をしていたのだ。ちょっとお母さん、どうしてそんなところでご飯を食べているの？ああ、私は向こうでは食べちゃダメだからね。なんで？たかしとゆかさんに、ここで食べるように言われてるの。はあ、どういうこと？なんでお母さんが一緒に食べちゃダメなの？私がそう問いかけると、母は悲しそうな顔をしながらこう言った。いつものことだから。私もここでの食事にもう慣れたから。そんな。のぞみ、あなたは気にせずに食卓で食べなさい。いやいや、そんなのおかしいよ。お母さんもこっち来て一緒に食べよ。私は無理やり母を連れて食卓へと向かった。すると兄夫婦は途端に嫌な顔をした。おいのぞみ、なんで母さんをこっちに連れてきたんだよ。そうよ。お母さんは台所が食卓なのに。お兄ちゃんもゆかさんも何を言ってるの？お母さんになんでそんなひどいことをするの？私がそう聞くと兄夫婦は肩をすくめて笑った。ひどい？別にひどくないだろ。そうそう。お母さんも台所での食事が気に入っているみたいだし。最初は立って食べてたけど、途中で自分で椅子を用意するようになったんだよな。あそこがよっぽどお気に入りなんだな。あんな寒いところで一人で食事をするのを気に入るわけないでしょ。お母さんもここで一緒に食べるから。ほら、お母さん座って。私がそう言って無理やり母を座らせると、兄夫婦はものすごく嫌な顔をした。おいのぞみ、勝手なことするなよ。そうよ。あなたは同居してないんだから。家のことは私たちに権利があるのよ。いや、何言ってるのよ。お母さんはずっとここに住んでて。のぞみ、いいのよ。私向こうで食べるから。あなたも冷めないうちに早く食べちゃって。そんな。母は私が必死で母をかばっていたのに、それを途中で止めて台所に戻って行ってしまった。台所には折りたたみの椅子が一つしかないので、私は仕方なく食卓で自分の食事を済ませることに。
兄夫婦は先ほどあんなやりとりをしたのに、気にせず二人で楽しく酒を飲みながら、母と私が作った料理を当たり前のように食べた。私は兄夫婦にイライラしながらも、久しぶりに母の味を堪能することができて、それだけは嬉しかった。食事を終えると、兄夫婦は当たり前のように居間のソファに座り、二人でゆっくりとテレビを見始めた。母は私たちの食事が終わったのを確認すると、食器を取りに来てそして台所に持って行って洗い始めた。お母さん、なんでこんなことになってるの？私は母のもとに駆け寄りそのように聞いた。母は悲しそうにしながら、罰だから、と言った。罰？どういうこと？私が聞いても母はそれ以上何も言ってはくれず、洗い物を済ませるとお風呂へと行ってしまった。私はどうしてこんなことになっているのかわけがわからなかった。母はもう少し健康的な見た目だったはずだが、今は顔はやつれていて元気もない。これはただごとじゃないと思った。一体私が海外に行っている間に、そして忙しくて実家に帰省ができなかった間に何が起きたのだろうか。私がもやもやしていると、母は私に、あなたもゆっくりお風呂に入ってきな、と力のない声で言った。私はとりあえず風呂に入ることに。母がひどい扱いを受けていることを考えていたら、気がつけば時間がかなり過ぎていて、私はかなり長風呂をしていた。私がお風呂から上がった頃には、もう22時を回っていた。私は母にちゃんと話を聞こうと思って、着替えて居間に行こうとした。だが私は廊下に出た瞬間に、驚きの光景を目の当たりにした。ちょっとお母さん、何やってるの？なんと母は布団を廊下に敷いて寝ていたのだ。たくさんの毛布をかけてはいるが、どう見てもこの廊下は寒い。母は震えながら布団の中に入っていた。私が声をかけると、母は布団から起き上がり、また、罰だから、と言った。私は意味がわからず、これはもう兄夫婦に聞くしかないと思って前と向かった。今はこれでもかというほど暖房が効いていて、廊下とは違ってかなり暖かい。なんなら兄夫婦はアイスまで食べているほどだ。母が廊下で寝ているのにもかかわらず、悪びれた様子もなく正月番組を見ながら、ダラダラする兄夫婦。私は一体どういうことなのかと兄夫婦に問い詰めた。どうしてお母さんが廊下で寝ているの？ちゃんと説明してちょうだい。すると兄夫婦は驚きの発言をしだした。いつも迷惑かけてる罰だよね。そうそう。母さんにはこれくらいの罰が必要なんだよ。は？罰って一体何なの？お母さんが何をしたっていうの？私がそう言うと兄夫婦は肩をすくめた。あのな、俺たちは年老いた母さんと一緒に暮らしてやってんだよ。だから、この家では俺たちが一番偉いんだ。お母さんは召使いだから、私たちに従い、そしてちゃんとできなかったら罰を与えないとダメなのよ。この前、母さんは俺たちが食べたいものを作ることができなかった。だから罰として廊下で寝させたんだ。何言ってるの？偉い。罰。頭おかしいんじゃないの？お母さんはどれくらいの日数、ああやって廊下で寝てるの？あ、そんなの知らねえよ。最近はずっと廊下で寝てるからな。そんなのひどすぎるよ。どうしてそんなことをするの？まったく。お前は海外に行っておきながら頭が固いな。しょうがないんじゃないの？あのおばさんの娘だもの。それもそうか。そんなに母さんが心配なら、お前も廊下で一緒に寝てやればいいじゃん。二人で寝た方が暖かいだろ。信じられない。お兄ちゃんそんなことを平気で言えるんだね。そりゃこの家では俺が一番偉いからな。そう。わかったわ。これ以上話しても無駄だと思ったので、私は兄夫婦と会話をするのをやめた。そして廊下で寝ている母を説得し、
私の部屋で一緒に寝てもらうことに。のぞみ、この部屋で2人だと狭いし、私廊下で寝るからいいわよ。ダメだよ。あんなところで寝てたら風邪をひくよ。それよりも、どうしてお兄ちゃんたちにあんな風に存在に扱われているの？それになんでそれを受け入れてるの？私がそう聞くと母はとても悲しそうな顔をした。私が悪いの。私があの子たちが満足いくような家事ができていないから。私は絶句してしまった。母は完全に洗脳されている状態だ。きっと兄夫婦に色々と刷り込まれてしまったのだろう。兄夫婦は実家で母と同居をし始めた時、俺たちが同居してあげてるんだから感謝しろよとひたすら言い続けたらしい。そして晩飯の料理はもっと違うものにしろとか、どうして部屋が片付いてないんだよなどと毎日のように暴言を吐き続け、父さんがいなくなって一人になった母さんのために同居してあげてるのに、どうして俺たちのストレスになるようなことをするんだなどと言ってどんどん母を追い込んでいったそうだ。それでいつからか兄夫婦は母に罰を与えるようになり、それが台所で一人でご飯を食べるとか、夜に廊下で寝させるといったものらしい。気づけば母の部屋は兄夫婦の物置部屋になっていて、母は自分の部屋すらない状態で過ごしていたそうだ。私はその話を聞いて絶句した。私が海外に行っている間に、まさかそんなことがあったなんて。怒りでいっぱいになった私は、兄夫婦に制裁を加えることにした。お母さんは何にも悪くないよ。悪いのはあの二人。すぐにここから出て行こう。翌朝、私は母の荷物をまとめて兄夫婦に私が母を引き取る旨を伝えた。お母さんは私が面倒を見るから。私がそう言うと、兄夫婦は大喜びした。お前が疫病神を引き取ってくれるのか。助かるわ。よろしく頼むな。母のことなどどうでもいいといった態度に呆れながらも、私は母を連れて自宅に帰った。母は兄夫婦にあんなことを言われたのに、やっぱり私は疫病神だよね、と自分を責めていた。だから、お母さんは何も悪くないって。お兄ちゃんたちじゃなく、私の言うことを信じて。これはまずいと思い、私は必死になって母の思い込みを変えようとした。そして病院へ連れて行き、診断書ももらった。病院で先生に話を聞いてもらったり、私から自分のすべてを肯定してもらえたことから、だんだんと母も正気を取り戻し始めた。その後、私は兄夫婦に制裁を加える準備を始めた。私が母を引き取ってから1ヶ月ほど経ってから、私のもとに兄から電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？おい、どういうことだよ。なんで家が売られてるんだよ。ここは俺たちの家になったんじゃねえのかよ。お兄ちゃんって相当頭悪いんだね。お母さんがそこに住まなくなった時点で、もうその家はいらないじゃない。だから売ったのよ。そんな、俺たちが住んでるんだぞ。そんなのお母さんを苦しめて、追い出したあんたたちの責任でしょ。何言ってるんだ。母さんは俺たちが悪いなんて思っていない。すべて自分の責任だって分かってるぞ。兄はどうやら、母を洗脳できているままだと思っているようだ。私は母に電話を代わった。残念だけど、のぞみとお医者様に助けられて正気を取り戻すことができたわ。あなたたちは私をこれでもかというほど苦しめた。だからその家は売って、あなたたちには出て行ってもらう。そして、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料も支払ってもらうから。そんな。母さん息子から慰謝料を請求するのか。うるさいよ。あんたは私がお父さんを亡くなって、ショックを受けていた弱みにつけ込んで、同居を提案してきて洗脳して奴隷のように扱ったんじゃないか。そんなのはもう息子じゃないよ。あんたとは親子の縁を切る。隣にいる最低な女にも慰謝料を請求するから、
覚悟しな。母がものすごい剣幕で怒ると兄は、と言った。そして私たちは電話を切り、その後弁護士を通して兄夫婦に慰謝料を請求した。内容証明を兄夫婦それぞれの職場に送ったので、どちらも職場の人に今回のことがバレて、とても肩身の狭い思いをしているそうだ。兄に関しては、自分の母親にすらそんなことをするのなら、部下を持ったらパワハラをしかねないとして、出世の道が断たれてしまったらしい。だがすべて自業自得なので同情はしない。ちゃんと慰謝料を支払いながら反省してほしい。一方、私は母と二人でとても仲良く幸せに暮らしている。大好きな母の手料理を毎日食べられるのは嬉しいし、家事をやってくれるので助かる。私はそんな母にお礼として旅行に連れて行ったり、欲しいものを買ってあげたりしている。これからもこんな風に親子仲良く、幸せな日々を送っていこうと思う。兄夫婦は本当に最低ですね。お母さんの洗脳が解けて、本当に良かったと思います。主さんがすぐにお母さんを連れて帰ったのが良かったですね。これからも親子で支え合いながら、生きていってくださいね。結婚式を挙げない。一体何を考えてるんだい？どうして私の妹の結婚式について、義母から文句を言われなければならないのだろうか。別に妹たちの勝手だと思いますけど。あんたって人は本当に常識のない人間だね。親戚の恥だよ。今すぐ式を挙げさせなさい。挙げないならこの家から出て行け。自分勝手な発言を繰り返す義母。それならお望み通り出て行ってやろうじゃないか。本当にいいんですね。後で後悔しても知りませんよ。私の名前はのぞみ、32歳の看護師だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちは友人の紹介で初めて出会い、それから2人で会うようになって交際が始まった。その後、順調に交際を重ねて私たちは結婚に至った。それからしばらくは夫婦仲良く幸せに暮らしていた。しかし去年は義父が亡くなり、私たちは葬儀やら遺品整理やら相続やらといろいろと忙しい日々を過ごした。そして今年に入ってようやくいろいろと落ち着いてきたので、私たちは前々から話していたマイホームを建てるという計画を進めることにした。自分のマイホームを持つことは昔からの私の夢だ。そのためにずっとお金もたくさん貯めてきたから、こだわり抜いた理想通りの家を建てたい。それから私は夫と何度も不動産屋に行き、いろいろと物件を見た。担当者の方にたくさん相談をして、自分が本当に住みたいと思える家を建てられるように頑張った。そしてついに理想通りの家を建てることができた。完成した家は外観からもう完璧で素晴らしくて、ただ外で眺めているだけでも幸せだった。家の中に入るとこれまた最高の内装で、ここから私と夫の幸せな夫婦生活が始まるのだと嬉しくなった。本当にいい家だな。夫もとても嬉しそうだ。今日から改めてよろしくね。そのうち子供も生まれて、家族仲良く幸せな日々を送れそうね。私がそう言うと、夫もうんうんとうなずいた。だがそんな私の幸せは、すぐに終わってしまうことになる。きっかけは夫の言葉からだった。実は母さんが同居したいって言ってるんだ。お母さんが。ああ、父さんが亡くなってから一人きりになって、かなり寂しい思いをしているみたいでさ。そんな中、俺たちが家を建てたって聞いて、それでできれば一緒に住みたいなって相談してきたんだ。まだ60代とはいえ、母さんも怪我はしやすくなってるし、一緒に住んでいた方が俺も安心だなとは思ってる。そっか。まさか夫から義母との同居話を持ちかけられるとは思っていなかったが、確かに義父が亡くなって一人きりの義母が心配だという気持ちもわかる。私は随分と悩んだが、義母との同居を承諾することにした。
義母とは別に仲が悪かったわけでもないし、嫁いびりをされたこともない。だから同居しても普通にやっていけると思っていたのだ。それに義母はずっと専業主婦をしてきた人だから、共働きの私たちのために家事を手伝ってくれるかなとちょっと期待している部分もあった。夫は料理が全くできなくて、いつも私が作っていたから、私の負担が少し減るかもしれない。そんな風に前向きに捉えていたのだが、私のそんな淡い期待はすぐに打ち破られることになる。義母は同居してきた瞬間から、まるでここが昔からの我が家であるかのように暮らし始めた。ソファーを占拠し、テレビも占拠し、冷蔵庫にあるものを好きなように飲み食いして、ずっとダラダラしている。家事なんて一切しないし、部屋は散らかし放題。結局、私が仕事後に掃除をして晩ご飯を作ってと、大変な思いをするばかりだった。家事の量が増えたので、私の疲れもどんどん溜まっていくし、晩ご飯に割く時間と集中力もおのずとなくなっていく。そんな私の家事を義母は文句を言ってくるのだ。また今日も肉じゃが。あんたね、レパートリーが少なすぎるのよ。もっといろんなものを作れるようにしなさいよ。こんなんじゃ一生懸命仕事をして稼いできてるマサトがかわいそうだろ。そのように私を罵倒してくる義母。だが私だって仕事をしてきているし、それにちゃんと作っていると思う。なんでそんな風に怒られなければいけないのだろうか。私はぐちぐち小言を言ってくる義母を何とかしてもらおうと夫の方を見た。だが夫は私たちのやりとりなんて全く気になっていないようで、食事をしながらテレビに夢中になっていた。私はうんざりしながらも、そのうち義母の小言は減ってくるだろうと思い、適当に聞き流すことに。だが義母の小言は全然終わらなかった。それどころかどんどん文句が増えていった。ちょっと、なんでせんべいが残ってないんだい。なんでって言われましても、あのせんべいはお母さんしか食べていませんよ。私が言っているのは、なんでなくなっているのに買い足してないんだいってことだよ。普通はなくなりかけている時点で新しいものを買っておくもんだろ。いや、そんなこと言われましても、私はお母さんがどういうペースで食べてるのかも知りませんし。口答えばっかりしてるんじゃないよ。嫁ならまずは謝ってすぐに新しいものを買ってくるもんだろうが。そんな、私今スーパーに行ってきたばかりですし、これから晩ご飯の用意だってあるんですよ。すべこべ言わずに買ってこい。そう言って私を奴隷のように使う義母。夫はというと、私たちのやりとりを聞いているはずなのに、無視をしてスマホをいじっている。まるで自分には関係のないことだと言わんばかりだ。私はひどい態度を取り続ける義母にも、それに全く関わろうとしてこない夫にも腹が立った。そしてまずは夫とちゃんと話をしないとと思った。ねえ、あなた、お母さんが私に対してひどいことを言ってくるときに、どうして守ってくれないの？ひどいことなんて言ってるか？は？別に母さんは間違ったことは言ってないだろ。嫁なんだから夫の親に尽くすのは当たり前のことだと思うぞ。そんな。私は夫のまさかの返答に倒れてしまいそうになった。あんな非常識な義母の肩を持つというのか。それからというもの、夫も義母の嫁いびりに加担してくるようになった。おい、遅いぞ。晩ご飯まだかよ。本当にとろい嫁ね。マサト、こんな女なんて捨てちゃえば。あはは。確かにここまで使えないと捨てた方がいいかもな。そんなことを言ってガハハと笑い合う義母と夫。似た者同士の最低親子だ。なんでこんな男と結婚してしまったのだろう。なんでこんなひどい姑との同居を承諾してしまったのだろう。私はすべてに後悔し始めていた。せっかく夢のマイホームを建てて幸せいっぱいな日々を過ごすはずだったのに。こだわり抜いて選んだ家具やインテリアも、
ずっと義母が家にいて雑に扱うから、この家に住み始めてから3ヶ月ほどで傷んできたり汚れが目立ち始めている。その上、義母は趣味の悪い小物とか置物を買ってきては居間に勝手に置くので、一気に居間の雰囲気がダサくなっている。正直、そろそろ限界に近づいていた。そしてそんな中、さらに私を怒らせる出来事を義母と夫は起こしたのだ。きっかけは私の妹から結婚するという報告を受けた時のこと。私と妹は2歳差で、年が近いこともあり、子供の頃からとても仲が良かった。いつも一緒に遊んでいたし、お揃いの服なんかを買ったこともある。大人になってからも定期的に遊んでいるし、2人で休みを合わせて旅行にも行っている。私は妹のことが大好きなので、そんな妹が幸せをつかんだことはとても嬉しかった。妹の婚約者とも何度か会ったことがあるが、とても誠実でいい人そうだった。私の夫とは大違いだね。なんて言うと、妹は心配そうに、お姉ちゃんもあんまり我慢しすぎない方がいいよ、と言ってくる。今は妹の幸せな気分を害するようなことは言ってはいけないなと、私は少し反省した。だがこの妹の結婚においても、義母は面倒なことをしてきたのだ。のぞみさん、聞いたわよ。妹さんが結婚するんですって。はい、そうなんです。とても素敵なお相手に恵まれて幸せそうです。私はてっきり義母がお祝いの言葉でも言ってくれるのかと思っていたのと、妹の結婚が嬉しくて明るく返事をした。いくら義母でも身内のめでたいことに水を差すようなことはしないと思ったのだ。すると義母は妹の結婚についていろいろと聞いてきた。お相手の男性はどんな方なの？職業は？収入は？なんでお母さんがそんなことを聞いてくるんですか？何言ってるのよ。とっても大事なことじゃない。そうですか。妹の婚約者は公務員をしているそうですし、ちゃんと安定した収入を得ていますよ。公務員ね。まあ合格だわ。どの口が言ってるのだろうか。私は上から目線で妹の婚約者を査定してくる義母にイライラした。もうこんな会話やめにしたい。そう思った時、義母はこのような質問をしてきた。それで結婚式はいつやるの？妹は結婚式はやらないそうです。もともとそういうのには興味のない子だったので、式を挙げる費用を新婚旅行に充てようと話しているそうですよ。私がそのように説明すると、義母は目を見開いて怒り出した。はあ、結婚式を挙げない。一体何を考えてるんだい？どうして私の妹の結婚式について、義母から文句を言われなければならないのだろうか。別に妹たちの勝手だと思いますけど。あんたって人は本当に常識のない人間だね。普通は結婚式は挙げるものだろう。そしてちゃんとみんなに結婚したことをお披露目しなきゃいけないんだよ。親戚の恥だよ。あんたやあんたの家族が非常識なことをするせいで、私やマサトが恥ずかしい思いをするんだよ。今すぐ式を挙げさせなさい。挙げないならこの家から出て行け。自分勝手な発言を繰り返す義母。それならお望み通り出て行ってやろうじゃないか。本当にいいんですね。後で後悔しても知りませんよ。私がそう言うと義母はさらに怒り出した。はあ？言い返すんならもっとまともなことを言いなさいよ。後悔なんてするわけないでしょ。まったく、マサトに養ってもらってるくせになんて生意気な嫁なんだい。この人は何を言ってるんだ。まさかこの家を買ったのが私だということや、夫の収入のことについて何も知らないのか。そうですか。それじゃあもうマサトさんとは別れますね。ああ、そうしておくれ。あんたみたいな嫁よりも、
もっと若くて愛想のいい嫁をもらった方がマサトも幸せだよ。わかりました。私はそう言って荷物をまとめ始めた。その間に義母はどこかへ出かけたようだ。私が気にせず荷物をまとめていると、義母が数十分後に戻ってきた。ほらこれ、離婚届だよ。もうこんなものまで用意したんですか？準備がいいですね。一刻も早くあんたとは縁を切りたいからね。さっさとサインをしておくれ。そうですか。わかりました。私は言われた通りに離婚届にサインをして、まとめた荷物を持って家を出た。義母はこの疫病神が、と吐き捨てるように言って塩をまいていた。それから私はすぐに実家へ。実家の両親は大きな荷物を持っていきなり帰ってきた私を見てびっくりしていたが、事情を説明すると憤慨していた。そして私はすぐに夫と義母を地獄に落とす準備をし始めた。まずは不動産屋に行って家を売る手続きだ。実は私はもう義母や夫とこの家で暮らすのは限界だと感じて、一度家の査定を頼んだことがある。売った時にどれくらいの金額になるのか知りたかったのだ。今回も一度査定をしてもらった不動産屋に行ったため、あとは売るための書類に記入を進めていくだけで済んだ。その間に夫から鬼電が入ってきていたが、私は無視をした。そしてその後、法律事務所に行き、夫との離婚について弁護士に相談。離婚をスムーズに進めるために、弁護士を雇い万全の状態で臨む準備をした。翌日、私はようやく夫からの電話に出た。おい、離婚だなんて本気で言ってるのか？夫は開口一番にそのように慌てた声を出した。ええ、本気よ。っていうかお母さんが言い出したことだけどね。ふざけるなよ。俺の許可なしに離婚なんて許さないぞ。何様のつもりなの？いつもお母さんと一緒に私をいびってきていたくせに。あんたなんて離婚されて当然の男でしょうが。うるさい。とにかく俺は離婚はしないからな。夫は私と離婚をしたらあの家を失うことになるのを分かっている。だってあの家はほとんど私の貯金から出して買った私名義の家だからだ。そして夫が働いている企業はかなり給料が安い。だから今までのような贅沢な暮らしはできない。しかも私に家事をやらせて好き放題にくつろげていたから、そんな夢のような生活を手放すのが嫌なのだろう。夫は頑なに離婚に応じようとしないので、この件については少し長くなりそうだ。だが家の方はもう買い手が見つかったようで、私はすぐに売ることができた。家は立地が良かったり、新築だということもあり、なんと買い値より高く売れて、私は利益を得ることができた。そして家が売れると、案の定、夫から電話が来た。おい、何やってんだよ。立ち退き命令が来たぞ。お前この家売ったのか？当たり前じゃない。私はもうその家に住みたくないんだから。ふざけるなよ。俺たちすぐに家を出て行かなくちゃいけなくて、母さんも困ってるんだぞ。自業自得でしょ。あんたたちには住む権利がないんだから、捕まりたくなかったらさっさと出てって。そして夫と義母は家を追い出された。その後、二人は私の実家まで押しかけてきた。ちょっと、あんた、何考えてるんだい？マサトが買った家を勝手に売るなんて。私は義母の発言に呆れてしまった。この人はまだ自分の息子が家を買ったと思い込んでいるのか。言っておきますけど、あの家は私が購入したんですよ。マサトさんは手取り15万程度なんですよ。しかも貯金を全くしていない人ですし、そんな人が一軒家を建てられると思いますか？15万。私は50万って聞いてたけど。義母はどうやら夫から嘘をつかれていたようだ。夫は顔を青くしたまま黙り込んでいる。
それはほとんど自分の嘘を認めたようなものだ。これでわかりましたか？だから言ったんですよ。後悔しないでくださいねって。私がそう言うと義母は途端に手のひらを返して私に懇願し始めた。私が悪かったよ。謝るからまたマサトとやり直してくれないかい？今度は私も家事をちゃんとするから、また3人で暮らそう。ここまで性根が腐っていると逆にすがすがしいな。せっかくですが遠慮しておきます。そんな風に自分の人生とお金をドブに捨てるようなことはしたくありませんので。私は笑顔でそう言ってやった。すると夫は、いい加減にしろ。家を売ってしまったのは仕方ないが、俺たちはまだ夫婦なんだからな。と、離婚を拒否したことがまるで切り札のように言ってきた。だがこれについてももう私は対処している。残念だけど、私がいくらお母さんのことで悩んでいると相談しても、あなたが協力的な態度を一切見せず、それどころかお母さんと一緒になって私を責めたことが、私がボイスレコーダーで録音した音声から証明されたから、私はあなたの有責での離婚を要求できるわよ。夫はポカンとしていた。私の説明がまるで呪文かのように聞こえたようだ。私は改めてわかりやすく説明してやった。あなたの意思にかかわらず、私はあなたと離婚できるの。そして精神的苦痛を味わったことへの慰謝料も請求するわ。なんだって。ようやく理解した夫は激しく動揺していた。そして義母と同じように私に悪かった。許してくれ。と懇願してきた。だがもう私は絶対に彼らを許さない。これ以上居座るなら警察を呼ぶと言って彼らを追い払い、速やかに手続きを進めた。裁判のための費用も出せない夫はすぐに離婚を承諾。慰謝料については分割で少しずつ支払ってもらうことになった。共通の友人の話によると、現在、元夫は元義母と2人で狭いアパートで暮らしながら、慰謝料を支払いながら貧しい生活を送っているらしい。だが、こうなったのは母さんのせいだ。とか、あんたが収入について嘘を言うからでしょ。とか、大声で喧嘩しているのが近所迷惑となっており、今住んでいる部屋も追い出されそうなんだとか。まあ私にはもう関係のないことなのでどうでもいいが。一方、私は勤め先の病院の近くの賃貸マンションに住み始めた。意外にも一回住んでみてもう一軒家はいいかなと思ったので、これからは手頃な価格の賃貸マンションで固定費を抑えつつ、他の部分で贅沢をしようと思う。そして少し独り身の生活を満喫してから、ゆっくりと恋愛もしていこうかなと思っている。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。